日本には不思議な宗教都市がある。高野山、標高およそ800メートル、深い森に囲まれた山上の盆地。1200年前、ここに空海が真言密教の道場を開いた。でもなんか本当にオーバーツーリズム。100を超える寺院、数万の供養塔、山そのものが真言宗の聖地となっている。車で2時間ほどかけて向かいました。その他のルートは大阪駅から電車で約2時間、関西国際空港からも約2時間半です。想像よりも近い場所にあります。あいにくの雨ですけど、高野山着きました。やばい。個人的には結構思い入れのある土地で、おじいちゃんの墓、家の墓があって、子供の頃とか本当に年に2回ぐらいこう親とおばあちゃんと一緒に高野山に来てたんですけど、基本的にお墓参りして奥の院に行くみたいな感じだったんで、まあ思い入れはあるんですけど、何気に初めて。それにしてもちょっと雨がすごくて、思ったよりでも観光客はいないですね。オーバーツーリズム的なニュースも見てたんで、もっと観光客だらけかなって思ったんですけど、意外といないです。高野山は結構密集してて、奥の院はちょっと車で行った方がいいんですけど、この辺に金剛淵とか壇上伽藍とか、あと徳川家の墓みたいなのもこの辺にあるんで、なんか結構パパって回れちゃいますね。コンパクトにまとまってるんで。すごいですね、雨風が。もしかしたら人いないのは今日天気が悪すぎるからっていう、それだけかもしれないです住職のお坊さんが走ってますね。こっちすごいな。うわ、すごい。この奥に続いてる道は何なんですかね。すごい杉並木みたいになってて、切り株跡地、伐採したものを使用してるんだ。切り株をご覧いただけますので、ぜひご覧ください。ちょっと行ってみますか。この先に切り株を見られるらしいです。うわー、すごい。高野山らしいな、この景色。弘法大師が思い描いた密教の世界で根本大塔と対になる重要な塔です。朱色の大塔が強く目を引く存在だとすれば、この祭塔は森の中に静かに溶け込んでいる。派手ではないその佇まいには高野山に流れる深い時間が宿っているようでした。なんかすごいこの塔からは歴史を感じる。個人的にはなんかこういうちょっと古びたって言ったら言い方はあれですけど、歴史感じるぐらいちょっと年季入ってる方が好きですね。やっぱ高野山はやっぱ雨かなと思ってこう狙って今回来たんですけど、大正解でした。昔おばあちゃんがこう写真とかカメラ好きな人、高野山絶対楽しいよって言ってたんですけど、本当に楽しいですおばあちゃんの言う通りでしたね。写真とか動画撮りすぎて全然前に進めないんで、ほどほどにしなきゃいけないんですけど、
こんなに広いんだ。いやでもいいですね。なんか僕こういう人の少ないとこ大好きなんですよ。なんかちょうど昨日は吉野山の桜を見に行ってて、そこはもうこことは対照的に人だらけだったんで結構疲れちゃったんですけど、高野山本当に静かですね。墓じまいしちゃったんで本当に10年ぶりぐらい、12年ぶりぐらいに高野山に今来てます。当時と何にも変わってないなっていう印象ですね。今日も土曜日なんで本来は人がいてもおかしくないんですけど、あんまりいないです。壇上伽羅を抜けて向かったのは金剛峯寺。ここは高野山真言宗の総本山です。金剛峯寺という名前はもともと高野山全体を指す言葉でもありました。壇上伽藍が弘法大師の思い描いた密教世界を表す場所だとすれば、金剛峯寺はその教えを今も受け継ぐ中心地。静かな境内を歩いていると、ここが今も生きている祈りの場所なのだと感じます。安いですね。200円。よいしょ。この料金箱に入れるみたいです。戦国の世を終わらせ、日本を長き平和へ導いた徳川家。徳川家が日本を支配する時代は約260年に及んだ。すごい。ちょっと色がもう剥げちゃってるけど、建てられた当初はすごい金ピカだったんだろうな。370年前の寛永20年1643年に建てられ、造営するだけで大工14,629人。すごいね。昔はやっぱちょっとレベルが違うな。江戸幕府を開いた徳川家康と二代将軍秀忠を祀る場所です。高野山に徳川家の霊廟が置かれていることからも、米山が当時いかに特別な場所だったのかが伝わってきます。うわー、めっちゃ懐かしい。子供の頃の記憶が蘇りますね。僕結構おばあちゃん子だったんで、おばあちゃんと一緒に歩いてましたね、ここ。なんか子供の頃は奥の院まで結構歩いてしんどかった記憶なんですけど、大人になって歩くと一瞬ですね。全然遠くないわ。こ
こ左曲がったとこなんだよな、確か。わあ、綺麗だね、すごい。奥の院の杉並木は江戸時代に全国の大名たちが寄進した内容を始まりとされている。弘法大師への祈りを込めて植えられた木々は何百年もの時を経て今の荘厳な参道を形作った。ここに立つ杉は人々の信仰が育てた森でもあるのだ。すごいな。浅野家の墓なんだこれ。浅野家やっぱさすがですね。お墓の大きさがね、他のところとはまた全然違うんだよな。徳川の時代の下で各地を治めた大名たち、秋の浅野家もまたその一つだった。広島藩を任された浅野家は12代にわたり約250年もの間この地を治め続けた。家康の次男、秀康。うわ、めっちゃ立派だ。いやー、めちゃくちゃ立派だなと思ったら、さすが徳川家。やっぱそうだよね。いや、ほんとすごいですね。なんか、名家中の名家が、やっぱこの奥の院の通り道のところに、お墓を建ててて、昔よくおばあちゃんが言ってたのが、このよだれかけかけてもらってるお地蔵さんっていうのかな。子供の時に亡くなった子供たちがこういう風にしてもらってるっていう風には言ってましたね。子供ながらになんかすごいそれが記憶に残ってて。豊臣秀吉の墓所だ。戦に揺れていた日本。その時代に農民という低い身分から権力の頂点へと上り詰めた豊臣秀吉。日本を統一へと導いた歴史上最も有名な権力者の一人です。いや、豊臣秀吉は絶対すごいよね。うわー、でかい。いや、すごいな。この奥の院でさ、こんなに広い敷地全部これ、秀吉の墓所ですからね。この柵全部秀吉ですからね、これ。織田信長。織田信長は気になりますね。行ってみよう。
これなのかな。いやー、ここもすごいな。めちゃくちゃ広大なんですよね、敷地が。この五秒橋以降は弘法大師が眠ってる本当に神聖な場所ということで撮影はできないんですけど、こっから先が本当にすごいんですよね。ぜひ訪れてみてください。五秒橋の手前に並ぶ水向け地蔵。かつて人々は多摩川の水で身を清めてから弘法大師の御廟へ向かったといいます。今ではここで水を手向け、自らを清め、亡き人への祈りを捧げます。水は御廟へ向かうための清めであり、先祖へ届ける祈りでもあるのです。いやー、でも本当にすごい心が現れますね。なんか不思議な感覚というか、すごい神聖な場所だなっていうのが、この雰囲気というか空気から本当に伝わってきて、思ったより観光客いないですね。なんかもっと大量にいるのかなと思ったんですけど、意外と全然いないんで、すごいゆっくり楽しめました。いやー、ぜひこれは本当に目に焼き付けてほしいんで、この光景を、日本でも多分こんなに、なんて言うんだろうな、神聖な場所というかないですからね。本当に言葉になかなかできないですけど、この雰囲気があるのは本当に高野山だけのこの奥の院だけなんで、いやー、ぜひ来てほしいですね、皆さん。もう本当に自分の目で焼き付けてほしいです。不思議なことに夜でも参拝に訪れる人は少なくない。高野山に来たなら夜の奥の院もぜひ歩いてみてほしいです。